これでわかるクロード・モネ。印象派の生みの親モネ。睡蓮の絵が有名ですね。睡蓮は一つのテーマを異なる光の下で描く連作で制作されています。連作は睡蓮だけではありません。積みわら、油並木、ルーアン大聖堂、国会議事堂など。さて、モネの生涯を覗いてみましょう。1840年パリに生まれる。5歳の時、ノルマンディー地方のセーヌ川沿いの町ルアーブルに移ります。1851年にルアーブル美術学校に入学。1857年、モネが16歳の時に母親が亡くなります。1858年頃、画家のウジェーヌ・ブータンと出会います。ブータンとモネは一緒に戸外で絵をいっぱい描きました。当時は外で絵を描くのは珍しいことでした。ブータンはモネに油絵の手ほどきをし、モネは初めての油彩画ノエルの眺めを描きました。1859年パリに出てきたモネはアカデミーシューズに入学し、カミーユ・ピサロと出会います。1861年、徴兵を受け、アルジェリアで兵役を務めましたが、翌年病気のためフランスに帰国。1862年、シャルル・グレイユのアトリエに入塾。そこでシスレー、バジール、ルノアールと友達になります。1865年、モネはサロンに2点の作品を出品し、初入選を果たしました。マネの草上の昼食と同じテーマの6メートルの作品を作成しましたが、出品はせず、代わりにモネは恋人であったカミーユ・ドンシュをモデルにした玉衣の女などを出品。サロンに入選しやすい作品を選んだのではないかと言われています。1867年、カミーユとの間にジャンが生まれる。子供が生まれたにもかかわらず、翌年経済的に行き詰まったモネはセーヌ川に身を投げて自殺を図りますが、未遂に終わりました。1870年、カミーユと正式に結婚。同年、不仏戦争が始まり、徴兵を避けるためロンドンへと逃れました。モネはイギリスでターナーを研究しています。また、後にモネを成功へと導いた画商のポール・デュラン・リュリエと知り合ったのもこの時です。1871年、フランスに戻ってきたモネはアルジャン・トゥーユにアトリエを構えました。家を世話してくれたのは、セーヌ川の対岸に広大な土地を所有していたマネでした。1873年、ピサロ、シスレー、ルノワールら15名で、画家、彫刻家、版画家などの芸術家の共同出資会社を結成。この団体が後の印象派となります。いわゆるサロン風の絵を描きたくない人たちですね。1874年、展覧会を開催しました。画家30人が参加し、展示作品は合計165点ほど。印象派展はとても有名なので長いこと続いてきたのかと思いきや、開催されたのはたったの8回。モネが参加したのは1回から4回目と7回目だけです。印象派グループ内でモネとルノアールがドガと対立してギクシャクしていたとか。その記念すべき1回目に出品した印象日の出。これを見た評論家のルイ・ルロワが印象でしかないと批判した記事を掲載したことから、皮肉として印象派と呼ばれるようになりました。1878年、次男のミカエルが生まれる。この出産をきっかけにカミーユの容態が悪化していきます。経済的な理由からもモネ一家はベトイユに移りました。モネのパトロンであったオシュデのデパートが潰れ、オシュデは妻アリスと子供たちを置いて夜逃げします。その後、アリスとアリスの子供たちとモネ一家は1879年までベトイユで暮らしています。あれ？アリスたちも？と疑問に思われた方はいないでしょうか。実はアリスはモネの愛人関係にあったという話があります。オシュデが妻子を残して失踪したのはそのせいだったのか、経済的な問題だったのかは分かりませんが、アリスは実家もお金持ちで頼れるところはいっぱいあったのに、モネのそばにいることを選んだのです。浮気相手の家に転がり込んだということになりますよね。ちなみにアリスの6番目の子供はモネの子供かもという噂もあります。なんだかすごい同居生活。
ただアリスはどんどん弱っていくカミーユの看病と彼女の子供たちの世話もしていました。モネとの恋愛関係だけでなく、だんだんカミーユとアリスも家族のようになっていたのかもしれませんね。1879年、カミーユが32歳の若さでこの世を去ります。経済的に行き詰まったモネとアリスたちは1883年、パリ北西70キロのジベルニーに土地を借り、家とアトリエと花の庭を作りました。その後、絵が売れるようになり、経済的にも余裕ができ、ジベルニーの借地を買い取りました。水の庭も作ります。別居中のアリスの夫が死亡したことを受け、モネとアリスは結婚しました。1911年にアリス、1914年に息子ジャンが亡くなります。この頃からモネは白内障のため視力が低下し、大きなキャンバスを使うようになりました。1926年、肺がんのため86歳でこの世を去りました。モネはカミーユの死から7年後にこの絵を描いています。昔カミーユを描いた散歩日傘を差す女と同じ構図。後から描かれた方には表情が描かれていません。実はこの絵のモデルはアリスの娘のシュザンヌでした。カミーユとの思い出の花であるヒナギクのコサージュをドレスにつけています。この絵はカミーユを描いたものなのです。これと似た絵をもう一枚描いた後、モネは人物画を描くのをやめました。アリスの絵はありません。睡蓮の連作は亡くなるまで続き、その数は200点以上に上ります。睡蓮は東洋では極楽浄土の花。日本好きだったモネ、それを知っていて安らかに眠ってくれというメッセージが込められていたのかもしれません。カミーユに着物を着せた絵も印象派展に出品していますし、ジベルニーの庭は日本風の橋が架けられ、柳や睡蓮で日本庭園を再現したと言われています。お疲れ様でした。では最後に他のモネの作品も見てお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。